コロナウイルスに感染して味覚障害、嗅覚障害が現れた方は、食の楽しみがなくなってしまったり、いつ治るんだろうってすごく怖いと思うので、動画を撮りました。うちは、味覚障害は2日間ぐらいで治ったので、参考になればいいなと思って撮りました。コロナウイルスに感染して9日目くらいから嗅覚障害と味覚障害が現れて、でうちはもうすごい絶望を感じたんだけど、なんか試してみようと思ってやったのが、こういうアロマみたいな香りをこうやって手で嗅いだそうすると嗅覚障害は良くなるっていうのをネットで見て嗅ぎました。レモンとかバラとかそういうアロマの香りを嗅ぐのはいいみたいで、うちんちあったのはこの桜の香りなんですけどすごくいい香りで、いい香りで、次に試したのが、これです。クリアクリーンのマウスウォッシュなんでこれがっていう感じなんですけど、実際試してなんかすごい苦く感じて、もともとマウスウォッシュあんまり好きじゃないんだけど、偶然やってみたらその後から味覚を感じるようになったので、多分いいかったのかなと思っていますで、あともう一個が亜鉛のサプリを飲みました。亜鉛はこれにも書いてあるんだけど、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。もちろんネットにも書いてあるんだけど、亜鉛っていうのが普通に治療法としてもいいって書いてあったので、早速亜鉛のサプリを摂取して、でも普段サプリってあんまり効果あるかわかんないから半信半疑だったんだけど、もう藁にもすがる思いで飲んでみました。そしたら見事2日ぐらいで味覚障害は治って、美味しいお味噌汁の味も感じることができたり、やっぱり食の楽しみが取り戻されたのはすごく大きかったなと思います。もう嗅覚障害は、うちの場合はずっとタバコの匂いを嗅いでる、なんか副流煙嗅いでるみたいな感じで、それだけで気分が悪くて、もう吐き気催すみたいな、もうなんか苦しいし、そのタバコの匂いって。でもこれは幻覚というか、実際にはタバコの匂いしてないんだぞって思い込んだり、もうコロナウイルスに対する殺意みたいな絶対ウイルス殺すみたいな気持ちで打ち勝っていきましたコロナウイルスになったらどうしたらいいのっていう人とかもいるかもしれないし、コロナウイルスの経緯をお話ししようと思いますうちはワクチンとかは注射が嫌いだから一回も打たずに2年3年ぐらいコロナウイルスを避けてきたんですけど、初めて感染しました。症状が出る3日前の偶然受けてた無料 PCR 検査では陰性だったんで、その症状出る間の3日間は別にちょっと買い物行って家でゆっくりしてっていうのをやってたんで、全然どこで感染したのかわかんないぐらいなんだけど、1個ここからあたりやるとしたら外でなんかエクレア、どうしてもお腹空きすぎて、お腹空きすぎると倒れちゃいそうになるからエクレアを食べたくらいそれにその手にウイルスがついてたのかなぐらいです。ここからあたりがあるとしたらはいあとはちょっと寝不足とか、そういうね、女性ならではの体調悪い日とかもあって、ちょっと免疫が下がってたのかなとは思います。平熱は高いから、その謎の微熱によって高いと思うから、免疫はね、普段はあったんだけど、多分その3日間はちょっと
免疫が低かったっていうのもあるのかなって思ってます。症状が出てからのお話ですけど、1日目は朝喉が花粉症になったのかなっていう感じの意外があって、で徐々に軽い咳も出始めて、夜になると悪寒と体中の痛みがあって、特に足と手先がもういくら布団に入っても温まらない状況で、もう足が特に痛くて全然眠りにつけなかったです。熱は38度ぐらい、38から39ぐらいまで上がって、ちょっとずつ焦るみたいな感じでした。で2日目はもう眠りにつけない中で、とりあえず朝日を迎えるみたいな感じで、熱測ったら40度まで上がって、もう怖いじゃん40度みたいな。ネットにはもう41度2度いくと体温調節する機能が破壊されて、もう内臓が破壊されるみたいな見たし、もう熱中症になるっていう恐れもあるみたいで、うち6と一緒で熱中症で死ぬのかとか思ってきたりして、まず恐怖、とにかく怖いよね、その時って。でこっから何もどこにも連絡せずに寝て直すか、いやでもこのまま死ぬのかと思うと怖いしっていうことで、とりあえず東京の発熱相談センターに連絡して PCR 検査をやっている病院を予約しましたオンライン診療とかもあったんだけど、分かりにくいし、初診、その病院ですでに診察したことのある患者さんオンリーっていうところもあったり、オンライン診療が初診でもいいけど、その診察料だけですって言ってるのも分かりづらかったりしたし、その午前中に見たんだけど、午後から受付してますっていうところも多かったりして、で薬は配送ですみたいな、もうすぐ PCR 検査もしたかったし、ちょっとはいつくばって病院行くかみたいな覚悟を決めてうちは病院に行きましたで唾液の PCR 検査だったしね、鼻のやつって痛いから嫌だなと思ってたんだけど、唾液で、検査の30分前は飲食しちゃダメでしょって言われて、それこそね熱中症になるわと思いながら我慢して行って、病院ではこれやって、カロナールとトラネキサム酸、一応その時には喉痛くなかったんだけど痛かったっていうのも伝えたりして、カロナールとトラネキサム酸をもらいました。でもそのカロナールが苦すぎて、とにかく苦いのも嫌いだったし、とりあえずビザインゼリーと一緒にこうやって混ぜて無理やり飲むみたいな感じででしたで結果は陽性の電話が来て、で保健所の陽性登録してくださいっていうメールが来たり、ココアの陽性登録してくださいとか来たり、うちサポみたいな東京がやってるその食料配達のサービスとか、パルスオキシメーター貸し出ししてますみたいなのもあったんだけど、パルスオキシメーターは借りないでいいかみたいな感じで、それは個人の自由ですで4日目くらいから37.6 度ぐらいにはなったんだけど、喉がもう焼けるように痛くて、飲み込むのも唾を飲み込むのも辛い。こんなに唾飲み込んでんだ普段みたいな
とにかくめちゃくちゃ痛かったです。トラニキサム酸は飲み続けてるけど、なんか病院にその痰がとにかく多くなっちゃうのも辛くて電話したのだけど、なんかその痰をさ、親父みたいにさ、カーベみたいな出せたらいいのかもしれないんだけど、なんか道端に落ちてる痰が汚いってイメージが強くて、なんか飲み込んじゃったりしちゃうのもなんか苦しいのよ。もうそれでお腹が気持ち悪いみたいなで、これでいいのかなと思って一応病院に電話して、痰を出しやすくする薬、まあ他の病院ではそういう向こうダインみたいなやつもらったこともあったから一応聞いたら、まあ浜崎さんまだ若いのでそれは飲む必要ないですみたいな確かにネットで調べてもなんか痰を出しやすくする方法ってやると大体高齢者とかリハビリの人向けのしか出てこないから、そっかと思って、喉が痛いのもトラネキサム酸を飲み続けて耐えてくださいみたいな感じで言われました6日目だけ 38.9 度くらいまでまた上がっちゃって、それまでカロナールはもう飲まなくていいかと思ってたんだけど、熱も上がったし、まあなんかずっと目の奥が痛かったし、まあロキソニンにしちゃおうかなと思って一粒いいしね、ロキソニン飲みました飲んだらまあスーッと効いて熱も下がったし、目の奥の痛みもだいぶ楽になりました。で7日目になんか鼻水が出るようになって風邪薬を飲んだら、なんかすごい鼻がもう垂れないけど詰まるみたいな感じで、それが良くなかったのか、なんかその後次の日からまあ8日目9日目ぐらいから味覚障害と嗅覚障害が出てきましたね。だからうちはだいたいもうコロナの特徴的な、なんちゅうの、喉が焼けるように痛いとか、目の奥が痛いとか、まあ息苦しい倦怠感とか、味覚障害、嗅覚障害、もうコロナの代表する症状を、経験しましたね症状でよくある倦怠感は、うちは12日目とか、まあ2週間くらいかでなくなってきたかなって、ちょっと楽になってきたかなって。だからお仕事の復帰とかいつにしようってまあ不安な方がいるかもしれないんですけど、だいたい2週間くらい余裕を持っておくとまあ安心かなと思います。あとはコロナで仕事をお休みしちゃった場合は傷病手当っていうのももらえるので、ぜひ活用したいところです療養が終わった後に、まあ、国民健康保険の方もね対象なので、区とかに電話して申請書をもらうという流れです。療養グッズとしてあってよかったなと思ったのは、まず冷えピタ。もうとにかく暑いからもう喉の腫れもあったからね、ここに2枚切ったの貼って、この首の後ろに貼ったのはめっちゃ効いたし、まあ、おでこはね気休めに一応貼ったりして、だから1箱普通に使い切っちゃいましたなので2箱あると安心です。で、あとは、アクエリアススポーツドリンク、これも2リットルが、2本ぐらいあると安心です。日頃はね普通の水が大好きなんだけど、さすがに熱出てる時はアクエリってこんなうまいんだみたいな感じで、あとはウィダーインゼリー。ウィダーインゼリーはもう40度あると布団からこうやって起き上がるだけでも一苦労だから、当然食欲があるのかないのかも分かんなくて、
ビタミンゼリーをとりあえずエネルギー補給するみたいな。もちろん苦いカロナールのね、お薬のお世話にもなりました。あとはレトルトでもいいのでおかゆ、あとはヨーグルトと、もうロキソニンロキソニンはもう頭痛、目の奥の痛み、高熱、何にでも効きます。コロナは割と解熱剤飲めば熱がスッと下がるみたいなので、それ下げていいのかって言ったらね、やっぱ上げて、一回は自分で上げてから下げるのがいいみたいなんだけどね、どうしても手足冷えたまんま熱が下がらないっていう場合はカロナールとか飲んでもいいのかもしれませんあとはもう個人差があるので、もうニュースとかでもさ、7日後感染して7日が鍵ですみたいな言うじゃん。感染してから7日後に急に重症化する人が多いみたいな。その日まですごい不安で、もともと小児喘息もあったし、自分は重症化するんじゃないかっていう不安の中、高熱に耐えるみたいな。コロナはね、インフルと似てる、インフル並みではあるけど、そういう死ぬかもしれないっていう不安が何よりコロナウイルスの恐ろしいところかなと思いました。もううちは日頃は何か触ったらもうワンタッチワン消毒みたいな感じで心がけて生きていましたので、外で食べ歩きもせずにとにかく気をつけて、常に手洗いうがいで気をつけていきましょう。